私は現在、心理学を学んでいるのですが、今回もその学びの一部を皆様と共有したいと思います。今回の話は、子供の頃の親子関係が将来、その子の他人との関わり方や、自己との向き合い方にも重要な影響を及ぼすという内容です。子育て中の親御さんに、きっと役立つ話だと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。親子の関係は、私たちの人生において根幹をなすものであり、非常に重要な意味を持ちます。なぜなら、親との関係は、子供にとって人間関係の手本となり、その後の人生で、他人との関わり方においても、人間関係のひな形となるからです。私たちは、自分が親と築いた関係を、この人間関係にも反映させる傾向があります。特に、子供時代の親子関係が、成人後の人間関係や自己認識に大きな影響を与えるのです。例えば、親の期待や評価が重んじられた環境で育った人は、大人になっても他者の評価を過度に気にすることが多く、自分の感情や欲求を犠牲にしがちです。家族のニーズを子供自身の欲求より優先する家庭環境で育った場合、その子供は成人しても自分の感情やニーズを後回しにし、他人を喜ばせることに重点を置く傾向があります。また、子供時代に親との心理的な境界が曖昧だった人は、大人になっても人間関係で適切な境界線を引くのが難しく、他者に振り回されることも少なくありません。つまり、人生で最初に経験する親子関係が、その後の人生にも大きな影響を及ぼすわけです。このことを認識することは、子育てする親にとって、とても大切なことでしょう。子供時代の親との関係は、自分自身との関係にも大きく影響を及ぼします。私たちの心の中には、二人の自分が存在します。見つめられる自分と見つめる自分です。見つめられる自分は、様々な感情を素直に感じる自分のことで、時には嬉しいと感じたり、悲しいと感じたり、がっかりだなと感じたりします。一方で、見つめる自分とは、これらの感情を持つ自分自身を観察し、評価を下す自分のことです。もし見つめられる自分ががっかりしたときに、見つめる自分がそんなことで悲しむべきではない、とか、がっかりして悲しむなんて情けない、とか、なんてお前はそんなに弱いのかと、厳しい態度をとって自分を非難するならば、自分との関係は悪化するでしょう。それとは反対に、見つめる自分がそうだよね、そんなことがあったら、がっかりもするし、悲しくもなるよねと寄り添ってあげれれば、自分との関係は良好になるでしょう。心の中の二人の自分が良好な関係にあれば、心は安定し、幸福感を感じやすくなります。しかし、この二人の関係が悪ければ、心の平和を保つのが難しく、生きづらさや不幸感を感じることも少なくありません。心の中の二人の自分の関係性は、幼い頃の親子関係に大きく影響されます。例えば、幼少期に親から否定的な言葉を受けたり、ダメ出しされ続けてきた子供は、大人になっても自分を否定的に見る傾向があります。心の中の見つめる自分が自分に厳しく、私はダメだと自己批判するようになるのです。自分が自分を厳しく批判すれば、自分で自分を苦しめることになり、充足感や幸福感を感じることはできません。また、
幼少期にあなたは優秀になるのよと高い期待をかけられていた場合、心の中の見つめる自分が自分に高い理想を課すようになり、結果的にその理想を満たせない自分を、こんな自分ではダメだと責めるようになることもあるのです。親から他の子と比較され、A ちゃんはうまくできるのに、あなたはダメねと言われて育った人は、大人になってからも自分を他者と比較し、劣等感や妬みの心に支配されてしまうことも珍しくありません。このように、幼少期の親子関係は、成人後の自己との関係を形成し、自分自身を生きづらくしてしまうこともあるのです。親も一人の人間であり、人間であるがゆえに、完璧な理想の親になることは不可能です。また、親であっても完全に成熟しているわけではありません。子育てをしながら、親自身も学び、成長していくものです。完璧な親になることは不可能であり、完璧を目指す必要はありませんが、それでも親子関係が子供の将来に大きな影響を及ぼすことを理解することは重要です。子供の時の親との関係は、将来的にその子の他者との関係性や、自分自身との関係性を築く上で大きな役割を果たし、子供の幸福や不幸、人生の方向性を左右するからです。子供が大人になって、他者とも自分自身とも健全な人間関係を築ければ、幸せになるでしょう。反対に、他者との関係性がうまく築けず、自分自身の心が不安定であれば、生きづらい人生を送ることになります。親子関係が子供に大きな影響を与えることを認識しながら、適切に子供に接することが望ましいのです。では、親として子育てをする際、どのような点に気をつけると良いでしょうか。まず大切なのは、子供の感情をそのまま受け入れることです。成功した時や、うまくいった時の喜びは受け入れやすいですが、失敗したり、悲しんだり、がっかりした時の否定的な感情を受け入れるのは難しいかもしれません。それでも、子供が感じるすべての感情を否定せずに、受け入れる姿勢が重要です。悲しいね、がっかりするね、悔しいねと子供の感情に共感してあげることで、子供はどんな感情を持つ自分でも、価値ある人間として受け入れられると実感できます。すると、どんな状況でも自分自身を受け入れられるようになるのです。つまり、自己受容ができるようになるということです。自己受容ができる人は、自己肯定感も高く、他人との比較に振り回されず、自分の自己を持ち、自己尊重ができる人に成長します。また、子供が小さいうちは適切な指示が必要ですが、成長に伴い、親子の境界を明確にして、子供を独立した個人として扱う姿勢も大切です。子供が親とは全く違う考え方をしたり、感じ方をしたりする場合でも、子供の考え方、感じ方、やり方を尊重してあげると、子供の心理的領域を侵すことも防げます。子供は様々なチャレンジを通じて、失敗やミスから学び、成長していくものです。そのため、子供からチャレンジの機会を奪わないよう、親が余計な手出しをしたり、過干渉にならないよう気をつけることも大切です。それにより、子供の自立も促されることになるからです。今回の話の内容をまとめてみましょう。人間関係は、私たちの人生において、極めて重要な要素です。
他人と良好な関係を築ける人は、幸せな人生を送ることがより容易になります。逆に、他者との人間関係で苦労する人は、数多くの問題に直面し、心の悩みを抱えることも少なくありません。さらに、自分自身との良好な関係が築ければ、心は平穏で、幸福感あふれる人生を送りやすくなるでしょう。それとは反対に、自己との関係が良好でなければ、心が不安定になり、不幸を感じやすくなってしまいます。子供が大人になるとき、他者とも自己とも調和の取れた人間関係を築く能力は、子供にとって大きなギフトとなるでしょう。親として心に留めておくべきことは、子供時代の親子関係が、将来の子供の人間関係を形作る基盤となることです。親としての関わり方が、子供の未来に深く影響することを認識することが大切です。この認識を踏まえて、親ができることは、子供が自己を受け入れ、自己肯定感を高めるために、子供がどんな感情を抱いても、それをそのまま受け入れてあげることです。また、子供を独立した別個の人間として扱い、子供の考え方や感じ方、本人の意向を尊重してあげる姿勢が望ましいです。子供が様々な経験を通じて学び、成長できるよう、適切なサポートは提供しますが、過干渉にならないよう、注意することも大切でしょう。親も常に成長する存在であり、完璧な親になることは誰にもできません。それでも、親子関係が子供の未来に与える影響を理解し、子供が将来、幸せな人間関係を築けるよう、適切な親子関係を目指すことは、とても意義あることです。親子関係が子供の将来に与える影響を深く理解し、そこから、子供との健全で充実した関係を築けるよう、心がけましょう。ご視聴いただき、ありがとうございました。これからも時々、心理学の学びをシェアします。応援していただけたら嬉しいです。もしこの動画が少しでもお役に立てたなら、高評価とチャンネル登録もしていただけると励みになります。それでは、また次回の動画でお会いしましょう。